ご視聴ありがとうございます。道幅が狭くて駐車場を探すのも難しいここ鎌倉で、キャンピングトレーラーやキャンピングカー、普通車でも車中泊として使える超おすすめな駐車場の情報をお伝えします。ちょうどバスが来ました。ここはバスの折り返しがある始発のバス停までなんと10メートル、徒歩で5秒なので、鎌倉観光の拠点としても重宝する貴重な駐車場です。おすすめのポイントや予約方法などは後ほど説明いたしますので、お見逃しなく。目の前の神社鎌倉宮で去年いただいたお札です。ご利益たくさんありました。まずはその鎌倉宮にご挨拶です。まだ朝早いのでほとんど人がいませんね。でも境内に入ってみると、今日は雰囲気がいつもとは違うな。ちょうど今日、草獅子神事という行事があるようですね。そのリハーサルの最中です。これは古の衣装をまとい弓を射る神事です。草獅子とは草で鹿の形に作った弓の的のことです。遠い昔、鎌倉時代に鹿の形の的を使って弓を射る稽古をしたのがこの神事の始まりだとか。2チームに分かれて弓を放ち、その点数を競うのですが、的を射止めた点数だけではなく、弓を射る時の姿勢や当たった場所などで審判が判定をします。その判定に納得できない者は審判に詰め寄って話し合いで判定を覆すこともできるそうで、そのやり取りもこの草獅子神事の見どころだと説明がありました。いやー、いいものを見せていただきました。ありがとうございました。さあ、この便利な駐車場をご案内します。ご覧の通りめちゃ広い車室です。もともとはバスの停留所だったんですかね。うちのキャンピングトレーラーもヘッド車につないだまんまゆったり止められます。鎌倉宮の中には24時間使えるトイレもあり、毎日掃除されていてすごく綺麗ですし、夜は周りも明るくて安心です。予約制の駐車場タイムズの B ですが、
2週間前からネットで予約できます。鎌倉駅の付近では1時間1000円のコインパーキングもありますが、ここは24時間で2500円と超お得ですし、宿泊も OK と謳っているので、堂々と安心して車中泊できますよ。普通車も OK です。予約ページのリンクを動画説明欄に貼っておきますね。冒頭でもお話ししましたが、バス停まで徒歩5秒ですから、トレーラーやキャンピングカーをここに止め置きしといて、バスで鎌倉駅にちょいと行けますので、鎌倉観光の拠点としてもかなり重宝しています。ただし一つ注意点があります。このバス停はバスの折り返し地点ですが、ここを出入りするバスとすれ違う時の道幅がかなり狭いため、できるだけすれ違わないように時間差で走行するのが得策です。バスは多い時には約20分おきに走っています。普通車であれば、よほど運転が苦手でなければ大丈夫とは思いますが、キャンピングトレーラーやキャンピングカーなど横幅が広い車両は気をつけた方がよろしいかなと思います。念のためバス停の時刻表のリンクを動画説明欄に貼っておきますね。今日はまだ5月に入ったばかりなのにやたら暑い。逆に言えばビールがうまい。フーガとフワには留守番してもらって、すぐ近くの美味しいお蕎麦屋さんに直行。うまい。ビールがそのまんま体液になっていく感じ。スルメイカの天ぷらもちょっとピリッとしてビールのあてにぴったり。キリッと冷えた日本酒も、最高。キリコのグラスとっくりも素敵。手打ちのお蕎麦、香りがすっごくいい。締めは冷えた水羊羹。僕は甘いものは好きじゃないんですが、なぜか冷えた水羊羹だけは大好き。うまいなあ。極上の気分で蕎麦屋さんを出ると、神事は本番でした。緊張感漂う空気。皆さん
リハーサルの時と違っていい顔してるなあ。見事に的を射抜きました。お腹もいっぱいで真っ昼間からほろ酔い気分。駐車場の近くをワンコたちと散策します。源頼朝の登場により武家政権が成立し、民衆の生活が安定し、朝廷の混乱も収まり、平和な時代が築かれたということですが、この石碑には頼朝を称える歌が刻まれています。ちょっと脇道に入っても何気なく歴史に出会える、そんな古都鎌倉が大好きです。今日も鎌倉で楽しい時間を過ごせました。ご視聴ありがとうございました。